今回はシリーズ正しい枕が必要な職業編ということで、正しい枕が必要なさまざまな職業の方いらっしゃるんですけれども、特にですね枕外来をやっているとやっぱりこういう症状ってこういうお仕事の方に多いなっていう傾向が見えてくるものなんですよ。枕患者の方も、職業別の傾向があるということですその通りですね。いわゆるね厚生労働省でいうところの職業病っていうのは、認定された職業病、ウェブサイトにも載っていますが、こういう職業病気というのは職業病ですよと言って認定されている。ちょっとそれとは違ってですね、私があくまで自分の枕外来の中で見ている患者様で、こういう職業はこういう症状をきたしやすいというところから、逆にそういう方にはこんな治療、こんなことを心がけてくださいっていうところをお話ししたいと思います。前回ね保育士さんについてお話ししました。はい、今回は配送業者さん、力仕事をする方が対象となります。次回は IT エンジニアさんについてもお話していきます。はい、では今日は配送業者さんですね。ちょっと私のイメージ図書いてみたんですけれどもね、倉庫から重いものを車に乗せて各個人のお宅やもちろん会社などに運送する。当然前かがみ中腰で重たいものを持つということが何の病気の原因になると思いますか？腰ですね。ですね。腰痛と坐骨神経痛の原因になりやすいわけです。腰痛坐骨神経痛やったことあります？昔学生時代に配送のバイトをしたことがあったんですけど、はい、2日で腰痛が出て2日で腰痛が出てギブアップ。辛かったですね。あらららら、はい、特にね体の使い方を知らない人が初めてやった仕事でギクみたいな起こっちゃうこともあります。逆に言うと専門の方っていうのは長年やる中で体の使い方しっかり覚えている、体が出来上がってるっていうのはありながらも、あることが加わってくるといくらベテランさんでも症状が強くなるんですよ。あることとは何だと思いますか？何でしょうね。わからないですね。わからないですか？年齢です。はい、人間の体、40代から椎間板の曲がり角、50代から骨の曲がり角、だんだん椎間板や、骨という腰の中の構造がちょっとよたっちゃいましたね悪くなってきます。私もそろそろいろんなところ行かれ始めてきてるんですけれども、この体の内部が悪くなってくるとどうしても今までできたことができないとか、今までの動作では痛くならなかったのに同じ中腰労作を1日やっても症状が出やすくなるということは起こってくるわけです。先生、それはどう対処したらいいでしょうか？そうですね、その対処方法をお話しする前にちょっと私のエピソードを聞いてください。私の外来にもう15年ぐらい来てくださっているちょっと思い出深い患者様がいるんですけどね、大手の配送業者さんに勤務されていて、もう勤続30年以上とかっておっしゃってたと思います。40代ぐらいからうちに来てくれているので、長い間この腰痛について経過を見させていただいているんですが、さすがに最近ですね、50歳をその方過ぎてから腰痛坐骨神経痛悪くなってるんですよ。同じようにお仕事をする中で、定期的にうちで検査もしていて、レントゲンや MRI を取って見ていくと、さすがにこれ中身がやっぱり変わってきてるんですよね。だんだん骨も変化する、形が悪くなる、骨にトゲができる、骨のずれが始まる、椎間板の質が悪くなってヘルニア傾向が出てくる、いろんな変化が出てくるんですね。だからね、その大手の、配送業の会社さんでは面白いんですよ。50歳より前と50歳より後では仕事の内容をちょっと変えていて、例えば5階まである団地の配送、5階までエレベーターないかってダダダって駆けって登ってたのが、50歳以上になると階段はやめてくださいっていう風になったりとか、大きなカートを使って
配送をするとか、いろいろですね、人についても職員に対してとても会社が気を使ってるっていうことがあるご様子です。はい。中には最近郵便局と組んで、配送を一緒にやったりとか、このコロナ禍の後ですね、配送業務非常に増えてますので、なんとかこの人を守ろうというのも見えてきています。はい。そんなことでこの配送業者さんの腰痛、どうしても職業柄腰をかがめる、重たいものを持つ、高いところに物を置く、いろいろな腰の負担が大きいわけです。ではどうすればいいか。もちろん日中仕事をするときにコルセットを巻くなんていうのはもう当たり前にやっていただいています。そうじゃなくてもう一つ大事なことありますね。はい、何でしょう。枕ですか。ですね。正しい枕の高さを整えて、はい、どうぞ。スムーズに寝返りが打てるようにすると体が回復します。合わない枕で寝ていると動かないで寝ちゃいますけど、コロコロと楽にスムーズに寝返りが打てると、人間の体っていうのは疲労して筋肉も骨も背骨全体神経も傷んでいるのが、一日ちゃんと正しい枕で寝るとリセットされる。朝にはまた働ける体に戻るわけです。睡眠とっても大事です。はい、今日はこの配送業者さんという特殊なお仕事について、ぜひ正しい枕でぐっすり眠って腰の負担を回復させてくださいというお話をしてまいりました。ご視聴の配送業者様、また同じような重い荷物を持つお仕事の方は、今日の動画を参考にしてより良い睡眠をとってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。